皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、もしかしたらこの後もっと大きな話題になるかもしれない、そんな話題を取り上げていこうと思います。今回取り上げるのは、韓国サムスン製のワイヤレスイヤホンが使用中に耳につけている状態で爆発したということがニュースとして上がってきました。今回取り上げる爆発事故というのは、サムスンが確認している限りにおいては最初の1件目かもしれないという話なのですが、問題はこの後どんどんともしかしたら続くかもしれない、そのようなことを連想させるのがサムスンの恐ろしいところでもあります。こうしたバッテリーの爆発というのは、それこそ容量の大きいスマートフォンやタブレット、さらにはもっともっと容量の大きい電気自動車のバッテリーなどを思い浮かべるわけですが、だからといって容量の小さいものが爆発しないわけではありません。今回話題にするワイヤレスイヤホンというのもバッテリー駆動していますから、その安全性というものも十分に確保されていなければならないものです。そして安全性を第一にしなければならない身につけるものが爆発したかもしれないというニュースをまずは見ていきましょう。ワイヤレスイヤホン、ギャラクシーバッズが使用中に爆発？サムスン電子確認中。韓国サムスン電子のワイヤレスイヤホン、ギャラクシーバッズが耳で爆発したという主張が提起され、サムスン電子側が事実確認中であることが伝えられた。23日、業界関係者によると、前日午後、サムスンのコミュニティ掲示板には、ギャラクシーバッズ爆発との文章が掲載された。投稿者は、今日午前、子供が使用していたバッズが耳で爆発した。動画を見ていたら、バンという音とともに、分解され太ももに落ちたと主張した。続けて、娘の太ももには軟膏を塗って、耳は気持ちのせいなのか、若干聞こえないというから病院に行かなければならないと綴った。投稿者は写真も添付し、スマートフォンやイヤホンが充電中に爆発する事例は見たことがあるが、耳で作動中に爆発したイヤホンは見たことがない。ニュースで見るような出来事が娘に起こるなんてびっくりだと付け加えた。該当文を見たネットユーザーは、耳に大怪我を負わなくてよかった。サムスン側が治療費を保証すべきだなどの反応を寄せる一方、製品が爆発したことは遺憾だが、娘さんの治療過程も気になる。アップル社の投稿でないことを示すため、診断書を確認する必要があるなどの意見もあった。これにサムスン電子の関係者は、正確な事実関係を確認している。情報提供者の方に連絡を取ったが、後で話そうということで待っている状況と伝えた。また、今までイヤホンの使用中に爆発した事例はなく、確認されれば今回が初めてのことと説明した。サムスンのワイヤレスイヤホンが使用中に爆発したという話だったわけですが、過去サムスンの製品で爆発事故を起こしたものといえば、2016年のサムスン製のスマートフォン、ギャラクシーノート7がバッテリー原因での爆発事故が続発したということが過去にありました。この時は130万台がリコールする騒ぎとなりました。これは初期不良などといったレアケースの場合ではなく、この製品全般に欠陥があったために行われたことです。このような危険性から飛行機だと手荷物としての持ち込み禁止になったほどです。そしてこのことはあまりにも多くの人が知ることとなり、当時ギャラクシーといえばスマートフォン爆弾とさえ言われていました。そしてそのような話題性を受けて、グランドセフトオート5 GTA5 ではギャラクシーノート7を武器として使用できる改造データモッドが登場なんてこともありました。サムスンのギャラクシーを街中にばらまいて通りがかる人をどんどんと爆発してしまうという、まさに狂気だったわけです。それはそれとして今回ギャラクシーが売り出しているワイヤレスイヤホンバッズなのですが、こちらがその写真となります。問題となっているバッテリーがどのくらいの大きさなのか、このバッズのバッテリー交換の写真説明から少し様子を見てみましょう。ワイヤレスイヤホンのその基板を剥がしていくと、その下に出てくるのがバッテリーです。完全に分解した時の写真がこちら。右に写っているこの黒い部分がバッテリーです。ワイヤレスイヤホンというのは基本的にはわずかな電装部品と、その重量のほとんどはバッテリーとなっています。ですから爆発すると耳に重大な怪我を負う可能性があるのです。今回のニュースのポイントは何といっても、今回の件が最初の1件で終わるのか、それとも今後も同じように続いていくのか、そこに注目するポイントがあります。過去サムスンの製品として爆発事故が起きまくったよということは Galaxy Note 7の説明として用いたわけですが、今回の製品についても同じように連続的に爆発事故が起こるかどうかというのは
時間が経ってみなければわかりません。というのも、どんな製品についても言えることなのですが、例えば作業員がたまたま間違った作業手順で部品を組み付けて、そのために何かしらの事故が起きてしまうといったことはあり得るわけです。ただし、それはあくまでもレアケースです。そして過去起きたサムスンギャラクシーがスマートフォン爆弾とさえ言われていた時というのは、そういった意味では作業員のミスなんかでは全くなく、そもそも製品として危険な状態なものがどんどんと製品として出荷されていたという過失だと言えます。ですから、今回の件がそのような明らかなミスによるものなのか、あくまでも非常にレアなケースとして爆発したかどうかというのは、今後様子を見ていかなければなりません。しかし、このような1件目があったことからはわかるように、少なくとも日本人であれば、サムスン製のギャラクシーの名前がついたワイヤレスイヤホンなどを買うのは、リスクを抑えるという意味では、選ばないのが賢明だと言えるでしょう。このワイヤレスイヤホンの分野においては、それこそ Apple の製品とソニーの製品がまさに王道の製品としてみんなから推されている状態ですから、もちろんその他 BOSE などでも別に問題はありませんが、少なくともそうした評判の良い製品を選ぶのが爆発する危険性を感じながら使用するなどということを避けることはできます。それにしても今回の件に思うのは、コミュニティ掲示板でこんなことがありましたよという書き込みがあった時の返信の一つとして、いやいやもしかしたらライバルのアップルの工作かもしれないぞみたいな書き込みがあるのは、なんとも韓国製品を愛する人たちらしい考え方だなと私は思いました。それこそ韓国のサムスンはアップルの製品をコピーするということで、アップル製品を愛する人たちからはかなり嫌われているわけですが、同時にサムスンの製品を愛している人たちから言えば、そうした嫌われ者であることを自覚しつつも、アップル製品を愛する人が何かしらの工作としてギャラクシーバツが爆発したなどということをもしかしたら仕掛けてきたんじゃないかなと疑っているわけです。このような疑心暗鬼に陥るような話というのは、そもそもコピー製品を作りまくっていた過去の自分たちの行いというものがあるからこそ出てくる話であり、もっと真っ当な製品作りをして品質にも問題がなければ、もしかしたら今後も続くかもしれないなどと疑われずに済んだのになと私などは思ってしまいます。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。